ジャンボビートナイトです。この度もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。動画更新がですね滞ってしまいまして申し訳ございません。というわけで前回までのあらすじ。今年も夫婦でフランスはパリ、そしてボルドーに行くことになりました。詳しくは前回の動画をご覧ください。昨年は私が荷物超過で空港で大変な目にあったんですけども、今年はなんと妻が荷物超過で空港で大変な目に遭いました。なんとか無事フランスはパリシャルル・ド・ゴール空港に到着でございます。いつもお世話になっているフランスの家族ミレットファミリーのご主人ステファンさんがですね空港まで迎えに来てくれました。今回の大きな目的、それはワイフナイト人生初となる料理のワークショップ in フランス。そしてその準備や仕込みに大忙しでございます。果たしてフランスの皆さんに美味しい日本料理を振る舞えるのでしょうか。そして翌朝でございます。みっちゃん、ちなみにステファンのバッグはこれだけですね。モンパルナス駅に着きました。Be careful。よし。メッセージ。メッセージ。大丈夫？僕とワイフナイトステファン、そしてワンちゃんの海ちゃんと一緒にボルドーへ向かいます。顔をペロペロされるワイフナイト。フランスの車窓を眺めながら約3時間の電車の旅。この時間も無駄にはできません。僕は動画編集をしています。海ちゃんも応援してくれています。そして最寄りの駅リブヌヌ駅へ到着でございます。久しぶりの風景に懐かしさを感じつつ、今年もここに戻ってこれてよかった。綺麗だね。待って。Just super heavy。荷物を乗せてルカソンのお家へ向かいます。その前に朝食のパンを買いに来たんですが、パパがいないと不安になってしまう海ちゃんでございます。そんな中、隣に大きなワンちゃんが歩いておりまして、それに向かって海ちゃんは吠える喧嘩上等でございます。ただあまりの体格差がありますので、海ちゃんここは一旦落ち着いてください。そしてルガソンのお家へ無事戻ってこれました。ルガソンの別邸です。懐かしの。でもなんかあんまり懐かしいって感じしないな。また来た、また来れたって感じですね。ボンジョー。ここのお地蔵さんにご挨拶。ボンジョー。海さんなんかほっとんで、何ほっとんのあんた。海ちゃんもルガソンに戻ってこれて嬉しそうです。ここでワイフナイトが日本から持ってきたもの、お箸や漆の器などを開封していきます。あ、バケット。バケッ持ってきたの？ト持ってきました。本物の漆？うん。高かったでしょ。これはね、オークションで売ってて。売ってたんだ。そう。フランスカラー。わお。和紙？和紙。ここから準備を始めるのですが、その前に腹ごしらえ。フランスといえばパンオンショコラ、そしてコアッサンでございます。腹ごしらえを終えたところで、私たちの大好きなところへ向かいます。昨年は毎日のように通ったスーパー U。 ここでですね買い出しでございます。ルカソンでの滞在用の食材を購入。ポップアップ用の食材はすでに用意してありますが、足りないものはここで買い足します。スーパー U に来れば何でも揃う。ボンジョルネ。というわけで運転します。そして僕も運転に慣れておかないといけないということで、久々のフランスでの運転です。昨年はステファン先生による自動車教習がありましたが、今年もステファン先生が隣に乗ってもらって運転を見てもらいます。
海外での運転でやりがちなのがワイパーとウインカーを間違えること。一発目からやってしまいました。それでも久々の海外の運転、緊張感はありましたが、無事運転することができました。家に戻ってすぐポップアップの準備が始まります。昼からビールを飲む。使いに使って。すごいね。その前に腹ごしらいでビールでございます。こちらのローカルビールはルガソンから車で3、40分ほどにありますマスカレートというビールで、コクがあって美味しいオーガニック認証が出ているビールでございます。あさってから始まるワークショップ、それに向けていよいよ準備が始まります。それに合わせて我々の夕食も並行して用意していきます。餃子にします。餃子。はい。なんか音が聞こえるね。その間ステファンさんは庭のお掃除、そして僕といえば先日も動画でご紹介しましたが、火起こしでございます。今回ルガソンの旅ではキャンプもやっていこうと思いますので、その動画は次回からご紹介していきます。果たして火起こしはできたのか、乞うご期待でございます。今日の夕食は餃子を作っていきましょう。夫婦で餃子作りもいいものですね。インスタライブをしながら餃子作りでございます。そして内藤家のスペシャリティ、ローストハーブポークの準備。そしてここで我らがレイラさんが帰ってまいりました。久々にレイラに会ってハグでございます。いつもありがとうレイラ。本当に素敵な方ですよね。ワイフ内藤とレイラを見ているとまるで姉妹のように見えます。乾杯。そして翌朝、おはようございます。ここからはあさってのワークショップに使う食材を買いにマルシェへやってまいりました。わーおー。40エッグ。フランスといえばやはりマルシェが有名ですよね。いろんな場所で様々な食材が売られています。ルガソンの近くにも素敵な大きなマルシェがありまして、ここでオーガニックの食材を購入していきます。フランスに田舎に来ると英語が通じにくくなるんですけども、皆さん非常に温かく迎えてくれました。あさってから始まるワークショップの食材をたくさん購入していきます。マルシェはオーガニックのものが多く、レイラやワイフナイトはオーガニック志向なので、新鮮なものがたくさん買えるのは本当にありがたかったです。わーお、ここもなんか素敵だな、ここのマルシェ。C'est le même plat, c'est pour que... Alors, elle voudrait celui-là? Elle préfère entière ou en tranche? こだわりの食材が集まるマルシェでございます。ここで食べさせてもらったニンニクのなんでしょうね、こちらはとにかくうまかったです。マニフィック。大量の食材をマルシェで購入。僕は荷物運び係でございます。ここからワークショップに向けて準備が始まるんですけども、やはりその前にまた腹ごしらえ。シンプルなんですけども、このルガサの大自然でワインを飲みながら食べるこの昼ご飯は最高でございました。ここから仕込みが始まります。以前もご紹介したんですけども、内藤家で一番よく作るスペシャリテ、豚のローストハーブという料理があるんですけども、とてもシンプルなんですが美味しくて、以前にも動画にしているので、ぜひですねそちらをご覧ください。本来ですと5日間水抜きをした方がいいんですけども、今回は時間がなく3日間塩を塗ってキッチンペーパーを変えて水抜きをしていきます。水抜きをした豚肉の塊に蜂蜜と庭で採れたローズマリーをつけて保存していきます。
翌朝、本日より明日に向けて仕込みが本格的に始まります。昨日マルシェで購入した鶏を丸ごと解体し、昆布で締めていきます。そのワインにしました。ワインで。これはあれですか？唐揚げにするの？唐揚げにしますとチキンカツにします。お前ごそして豚の角煮、そしてチャーシューも作っていきます。ワイフ内藤さん一人では大変なので、私ビート内藤も手伝っていきます。内藤も参加します。さらにワイフ内藤の得意料理、卵豆腐も作っていきます。取ったね、お出汁カツオで取りました。高須スタイル君に教えてもらったカツオ屋さん、そこのものと卵。美味しそうですね。これは実はですね、卵豆腐今から蒸していくんですけど、ビート内藤は料理もしつつ朝の準備で必要となる薪を運んでおります。やってるね。でも内藤さんワイルドな人にならなきゃいけないからね。実はワイフ内藤のおじいちゃんはラーメン屋さんだったんです。それも自然派無課長のラーメン屋さんで、もともとは岐阜県高山市でやっていて、それを愛知県名古屋市でオープンさせたそうです。僕は残念ながらそのラーメンを食べたことはないんですが、大変美味しいラーメンだったそうです。その遺伝子を脈々と受け継いで、ワイフ内藤は料理が得意になったのかなと思います。豚の角煮とラーメン用のチャーシューを作りながら、腹ごしらえ、おにぎりと味噌汁、きゅうりのお漬物いただきます。明日は居酒屋スタイルということで、20個の卵、ポテトサラダも作っていきます。ポテトサラダ用の具材を切ってまとめます。そしてワイフ内藤が得意なスープ、昨日マルシェで購入した大量の椎茸を使います。じっくり炒めた玉ねぎと椎茸を混ぜてきのこのスープを作っていきます。ポイントはきのこを炒める際は塩を入れないこと。炒めたきのことじっくり炒めた玉ねぎを混ぜて、牛乳を投入でございます。牛乳を入れていきます。そして今回なんとバイタミックスからですね、バイタミックスを日本から送ったんです。バイタミックスジャパンさんに今回の企画を伝えたところ、本体をご提供いただき、日本から我々は送ったんですね。無事ルガソンに届いて本当に良かったです。ただ日本仕様なので変圧器も必須、しっかり持ってまいりました。私たちの食生活の中でバイタミックスは欠かせない調理器具でございます。あるとないとでは生活がガラリと変わってしまうほど必須の存在です。詳細はぜひホームページをご確認ください。食にこだわる方はぜひ使ってみてほしいです。まずは、チャット GTP に相談しました。フランスでバイタミックスが使いたいんですけど、こういう品番のバイタミックスでどの、変圧器がいいですかっていうことで相談したら、これを紹介してくれました。我々がバイタミックスを準備している中、ミレットファミリーは果たして何をやっているのでしょうかというわけでバイタミックスをセットしていきます。さあ果たしてうまくいきますでしょうか。バイタミックスのすごいところはモーターのパワーが非常に強いので、回し続けることによって温かいスープまで作ってくれるんです。レイラもびっくり。無事バイタミックスで椎茸のスープが出来上がりました。Ça chauffe aussi. That is okay. That is okay. Normal. Yeah. Normal. C'est normal. Don't worry. Break too. It goes hot. Yeah. It's doing hot sex. Yeah. 翌朝、ついにワークショップ当日でございます。いい匂いがする。
大丈夫ですか、この中。ボロです。おはようございます。おはようございまいかがですか、調子は。今やることが朝から多すぎて、はい。パニックってます。ワイフ内藤はアクセサリーデザイナーで料理は得意なんですけどもプロではないので、やはりですね、当日はやや緊張しておりました。ミカの得意料理のだしの卵豆腐、季節の野菜の麹ポタージュ。今日は雨予報だったんですけど、なんと晴れてます。チャッピーさんに翻訳してもらってるんですけど、今日の料理のベースはまず鰹節です。その次が麹です。今回のテーマはやはり日本のもの、だし、麹、味噌などを使って料理を振る舞います。その説明文をワイフナイトはフランス語で書いて準備していました。こういう気遣い、夫としてですね、尊敬する部分があります。ワークショップというよりも、ここルガソンではなかなか日本料理に触れる機会というものがないので、少しでも日本料理を知っていただきたいと思いで開きました。レイラさんは抹茶のパンナコッタを作ってくれました。この時期のルガソンはまだ寒かったので、暖炉に火を入れて部屋を温めます。今回のワークショップは3日間、計20名に日本食を振る舞う企画です。初日と2日目はディナー、最終日はランチ。日本食、ワイン、そして日本酒を振る舞います。ついにゲストがやってまいりました。あと柚子胡椒ね。はい。と、あられが最後に乗ります。ちなみにこのミレットファミリーとの出会いは日本の奄美大島がきっかけなんです。このステファンが着ているノー奄美ノーライフ、じわりますね。そんな中、天気雨が降ってきました。フランスでもこの天気雨は祝福の雨と言われているそうです。我々のワークショップを歓迎してくれているのかなと思いながら綺麗な雨を眺めていたところ、やはり虹が出ました。とっても綺麗な、これから始まるワークショップを祝福してくれているような現象でした。ワイフナイトもなんだか嬉しそう。みんながいるよ。始まる前は緊張していましたが、少しずつですね、表情が和らいできました。いよいよワークショップが始まります。ゲストが続々やってまいりました。以前も動画でご紹介してるんですけども、ファーファさんもゲストで来てくれました。ワイフ内藤さんもファーファに出会えて嬉しそうです。お友達、ミレットファミリーのお友達は本当に素敵な方が多くて、僕たちを温かく迎え入れてくれています。なんて素敵なんでしょう。そういうところ。ローズ。Oh my god。レイラさんが今回のコンセプトを説明してくれています。ワークショップスタートでございます。まず最初に出すのはスターター。日本のそうめんをご提供します。熱いもの、重たいものは僕が担当です。
水で締めたいんですけども、そうめんを茹でる用のザルがなく、パスタ用のものを代用したところ、穴が大きくてそうめんがスルスル抜けてしまう、なかなか大変でした。僕が持ってきた日本酒黒龍、皆さんぜひ楽しんでください。この黒龍はとても好評で嬉しかったです。そしてワイフ内藤の得意料理、卵豆腐。こちらも大好評で美味しく食べてくださいました。少しでも日本の文化に触れながら皆さんが会話を楽しんでくれたら、そんな願いが叶って僕たちはとても嬉しかったです。慣れない場所、言葉も通じにくい環境でワイフナイト大変だったと思いますが、やりきりましたね。本当に素晴らしいと思います。皆さん美味しい美味しいと食べてくれて嬉しかったですし、初日の反省を2日目3日目に生かせたんじゃないかなと思います。日本の料理を提供して日本の文化を少しでも触れてもらえて本当に良かったです。ミレットファミリーの大切なお友達にお会いして日々の感謝を伝えることができたのが良かったです。無事初日を終えることができて、ワイフ内藤も少し安心しているようです。翌朝、これ何ですか？一つ。OK。一つ。すみません、シェフ。英語のメニューはありますか？あります。すごい。ありません。あります。フランス語は？温泉あります。何料理ですか？何料理ですか？今日は日本料理です。日本料理。居酒居酒屋スタイルです。すごい。面白い。すみません。ナイフとフォークお願いします。かしこまりました。こんな面白い本があるんですね。これチケット買うやつ。立ち食いそばとか買うすごい。駅のね、ボンジュー、ワイフ内藤です。ポップアップ最終日、はい、晴れました。ということで、3日間本当にみんな頑張りました。今日もね、レイラ、ステファン、今の大切な人と、私の友人がね来てくれるので、いい時間を過ごせたらなと思いますね。海ちゃんもお友達も2人来てくれましたね。嬉しいね。嬉しいよ。急に緊張感が届けましたね。おはようございます。ビッグボスがやってまいりました。スーパーウーに何回も言ってる。昨年誕生日会にご招待いただいたマリオンとアブデル・ガニー夫婦さんがやってまいりました。ご夫妻がやってまいりました。その誕生日の様子はこちらの動画をご覧ください。本当に素敵な夫婦でワイナリーを営んでいます。そのワインの名前が奥さんの名前がついたラ・マリオットでございます。実はこの数日後、僕たちはそのワイナリーにご招待いただきましたので、その様子をまた後日ご紹介したいと思います。そしてパリからはワイフ内藤の日本人のお友達も駆けつけてくれました。ミカさんこそ元気かどうかすごく心配ですけど、元気じゃなかったけど、なんか大丈夫ですか？すげえナーバス。どうしよう。乾杯。
ワークショップ最終日が始まります。最終日も皆さん大変ですね。喜んでいただけて僕たちは幸せでございました。ワイフ内藤さんも嬉しそうです。最終日はですね、ワイフ内藤さんのお友達のさやかさんが茶道をやっておりまして、日本の抹茶セレモニーを披露してくださいました。日本の文化をフランスの方にお伝えできたのは大変貴重な機会です。さやかさん、本当にありがとうございます。Mika san, Léla san, Stéphane san, Yusuke san, merci beaucoup pour le magnifique déjeuner, merci beaucoup. Et j'ai appris le thème de déjeuner aujourd'hui, c'est Ichigo Ichie, c'est ça? Ouais, Ichigo Ichie. 無事3日間のワークショップを終えることができました。ワイフナイトお疲れ様でした。僕も本当に貴重な体験ができました。今回思ったのは日本酒、もう少しね勉強したいなと思いました。日本のことをもっと知って海外の方に日本の魅力を発信できたらいいなと思いました。まだまだフランスの Vlog は続きます。ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いいたします。次回は僕がやりたかったこと、それは海外でのキャンプです。その様子を動画にしましたので、こうご期待。